どうも皆さんこんにちは、あきらです。ソニーのカメラのね、高画質設定、ソニーカメラのね、カラーをね、今回は攻略していけたらなというふうに思っております。皆さん、ログ撮影とかね、色編集っていうものをやっているでしょうか？これ写真も動画も両方ともそうなんですけど、今回ですね、色編集、ログ撮影とかね、聞いたことある方も多いと思うんですけれども、それのね、基礎からね、設定方法であったりとか、編集方法とかね、もうありとあらゆることをね、しっかりとこの一本でね、理解して、で、逆にログ撮影をしなくてもね、もう十分にね、綺麗に撮る方法がありますので、それをね、皆さんにね、ご紹介できればなと思っております。で、そもそもですね、ログ撮影って何っていう方いらっしゃると思うんですけども、実際にですね、この動画もこんな感じでログ撮影をしています。めちゃくちゃ淡い状態になってますよね。ちょっと眠たそうな色になってると思うんですけど、これをね、まずは普通の色味に戻して、そこから自分好みのね、世界観に編集できると。そういったね、撮影方法になっています。これがね、ログ撮影ですね。簡単に言うとですね、髪の毛を染めるときにブリーチをして色を入れるじゃないですか。脱色しますよね。あんな感じです。めっちゃ簡単に言うと。僕もともとめっちゃ黒髪で、いろんなね、例えばブルーとかアッシュ系にしたいってなった時にも、一回脱色をしないと入らないですよね。これがね、動画素材でも同じで、撮影時にね、ログ撮影をしておくことによって、こんな色もできたりとか、こんな色とかね、あるいはフィルムっぽいようなね、雰囲気とかね、いろんなね、カラーとか世界観を変えていくことができたりするんです。なので、まずはこのログ撮影というものを分かりやすく基礎から解説をして、失敗しないログ撮影の設定、そしてログ動画を世界観のあるカラーにね、編集する方法、そしてログ撮影以外で撮影したい方向けのね、設定と編集方法っていうものをね、すべてね、皆さんにご紹介できればと思いますので、ソニーのカメラせっかく買ったらね、使いこなしたい方多いと思いますので、今回はね、この動画でね、すべてをね、マスターしていけたらなというふうに思っております。ではまずはね、ログ撮影とは何なのか、メリット、デメリットみたいなところをね、お話しできればと思うんですが、そもそもね、ログ撮影というのはオープニングでも紹介したように、淡い状態で色で撮影しておいて、後からね、編集をすると、そういったね、撮影方法になっています。わかりやすく言うと、映画とかドラマっていうのは世界観がすごくあるじゃないですか。もう本当に映画館で見る映画っていうのは、もういろんな色の編集とかね、されています。それっていうのはカラーの編集が、世界観をつけることによって、よりね、普通のスタンダードの色ではない、よりね、特殊なね、雰囲気で見ることができるようになっています。実際にね、僕がこれまで作ってきた映像作品であったりとか、この YouTube のね、いろんな映像とかね、ほぼほぼ9割以上のね、動画はね、これらのログ撮影というものをしていて、色編集でね、世界観をつけています。そんなログ撮影はですね、大きくメリットが2つあります。逆にデメリットも1つあるんですね。それらを分けて解説をしていきたいと思います。まずメリット1つ目になるんですけれども、まずは圧倒的な色の情報量となります。色のね、情報量が本当に多くなるんですよ。実際にね、ソニーのカメラ今回 7-4 と 7C2 を用意しましたので、これをね、ちょっと皆さんにご紹介しながら見ていけたらと思います。皆さんもね、お手持ちのカメラで見てみてください。そもそもソニーのね、カメラの記録設定にはこんな感じで420 10ビットとか422 10ビットとかね、いろんなものがあったりします。10ビットだけじゃなくて8ビットっていうね、いろんなね、記録方式の設定というものがあったりします。この8ビットと10ビットっていうのが本当にめちゃくちゃ大事で、これはですね、色のね、情報量を示す数値になっています。8ビットっていうのが約1677万色に対して、10ビットっていうのは約10億7374万色。これぐらいね、色情報のね、差があったりします。やっぱりね、この数字が大きければ大きいほど色のね、段階が細かい。グラデーションも滑らかだし、持ってる色のね、情報の数っていうものね、非常に多くなってきます。で、この422とか420っていうのは、色をどこまでね、省略、圧縮をして記録をするかっていうような、そういったものを表す数値になってるんです。ちょっと難しいかもしれません。はい。でもね、意外と簡単なんで聞いてみてください。まず大前提、カメラのね、センサーっていうのは、はい、ここですね。ここにセンサーがあるんですが、カメラのセンサーにはピクセルがね、並べられています。はい。その1個のピクセルでいろんな情報を掴んでいくんですよ。で、この422とか420っていうのは、その1個1個のピクセルをどのように扱うか、どのように使っていくかっていうのを決めるような数値になっています。一番情報量の多い444であれば、すべてのピクセルごとに明るさと色を記録していきます。一方、ソニーのカメラでもよくある422というのは、明るさはね、全ピクセルごとに記録をして、色に関しては隣り合う2つのね、ピクセルを1つにして記録をしていきます。で、さらに省略された420というのは、ここでも明るさは全ピクセルごとに記録をするんですが、色というのは 2×2 のブロックを1つとして記録するといった形になります。ちなみにね、444、422、420ってね、全部4がちゃんとね、全部あると思うんですけど、これはね、4っていうのは明るさをね、表しています。明るさを捉えます。人間の目っていうのは明るさの変化にはすごく敏感なんですよ。でも、色のね、変化っていうのは意外とね、鈍感だったりします。そういったところで、明るさっていうのをね、確実にちゃんと取っているっていうのがね、あったりするみたいなんですけど、一旦ね、こういったところがあります。それらを踏まえた上で、ちょっとね、ちゃんと見ていきましょう。まず、記録方式っていうのがあって、この HS と S と SI っていうね、ところに分けれるんですけれども、この HS を選んでいただくと、動画撮影設定のところに、こういう風にね、420なのか、422なのか、420なのかね、いろいろと出てきます。で、ここにね、30
30メガビットパーセカンドみたいな 30M、50M、100M って書いてるんですけど、これはね、もうビットレートっていう情報量と思ってください。なので、これが上に行けば行くほど、よりね、情報量が多いという形になるので、やっぱりね、より上にすればいいです。ただ、これはね、もうデータサイズになるので、全然ね、記録のね、長さが変わってきます。例えば、一番下の30メガビットパーセカンドだと、今これで4時間49分撮れるようになっていますね。5時間ぐらいね、動画が撮れるんですけど、これがですね、一番ね、情報量の多いものになると、はい、1時間半になるので、本当にね、画質を取るか、容量を取るか、あるいはその中間でいくかみたいなところを、それらをね、決めて選んでいただければいいかなと思います。なので僕のおすすめは HS4K で、かつ、ここのね、記録設定が50メガビットパーセカンドの42210ビット。これでぐらいで撮ると、3時間撮れて、よりね、綺麗に情報量も持ってるといった形で、これがね、いいかなと僕は思いますね。はい。で、続いてのメリットなんですけれども、ダイナミックレンジが広いというところです。ダイナミックレンジって何ってなるかもしれないんですけれども、これは結構簡単です。ダイナミックレンジっていうのは明るい部分から暗い部分までのね、その差分っていうものをどれだけ多く記録できるかっていうものを示すものになります。なので、ダイナミックレンジが狭いっていう形になると、白飛びとか、黒つぶれっていうのがしやすくなったりとか、ダイナミックレンジが広いね、範囲で撮れるということは、白飛びとか黒つぶれもしにくく、防いだ状態で撮ることができるといった形になるんです。よくあると思うんですよ。スタンダードのね、カラーで撮っていたら、明るい部分がね、真っ白になってしまったりとか、暗いところがね、めっちゃ真っ暗になってしまってたみたいなことを、そんな経験ないですかね。こういうね、白飛び黒つぶれっていうね、本当に抑える、明るいところも暗いところも残しやすく撮影することができるっていうのが、このね、ログ撮影のメリットでもあったりするんです。なのでね、このログ撮影っていうのは、色のね、情報量が本当に多く撮れるっていうのと、あとはダイナミックレンジがね、広く撮れることによって、もうスタンダードで撮るよりも明らかにね、表現幅が広がるっていうようなね、メリットがあったりします。逆にデメリットがね、大きなものが一つあるんですけれども、それがですね、色編集が必要になるというところです。ログ撮影、このね、淡い状態で撮ってるので、やっぱり自分で元に戻す必要があるわけですよ。これがね、絶対必要になるので、ちょっとね、手間はかかってきますよね。ティール&オレンジとかさ、フィルムルックとか、そういったこと聞いたことあると思うんですけれども、こういう風なね、世界観をつけていくには、そういったことをする作業というものが必要になるので、やっぱりちょっと工数がね、増えてしまうといった形になるし、編集ソフトでもね、それを覚えないといけないとかね、やっぱりちょっと手間はね、かかってくるっていうのが、デメリットではあったりはします。本当プロのね、世界の方たちはね、カラリストというね、専門職があるぐらい、もうカラーを専用でね、やる人がいるぐらいで、本当にね、奥深い世界ではあるんですけれども、でもソニーのね、こういったカメラを使って誰でもね、簡単にカラー表現をね、楽しむことができるようになっています。ただですね、皆さん、僕、それをね、解決しました。はい。これはね、めちゃくちゃね、頑張って作ったんですけど、ソニーのね、オールラットパックっていうものを作ったんですよ。これ何かというとね、ソニーのカメラ専用設計をしたラットをね、まとめています。ラットって何かっていうと、写真でフィルターのようなもので、動画にもね、このラット当てるだけでね、本当にいろんな世界観をね、編集することもできたり、作ることができたりします。なのでね、僕が作ったこのね、ラットを使っていただければ、ソニーのね、カメラで S ログで撮ったね、映像に対して、これを重ねるだけでも世界観のあるね、カラーを表現することができるようになります。しかもね、6種類のカラーのね、バリエーションで用意していますし、PC のね、編集ソフト、ダヴィンチリゾルブとかプレミアプロ、ファイナルカットプロにね、読み込むこともできるし、カメラの取り込みにも対応しています。特にね、この 7C2 とかっていうのは、今、ラットをね、カメラに取り込むことができるようになっているんですよ。こんな感じでですね、はい、僕のね、ラットをですね、入れておりますので、いろんな雰囲気をね、もう撮影時から、楽しむことがね、できたりしています。これね、ソニー専用にね、作っているので、ぜひね、よかったら見てみてください。そんな感じでね、ログ撮影っていうのはね、メリット、デメリットといろいろとあると思うんですけれども、ちょっとね、より理解を深めるために、ログ撮影の設定をね、ちょっと一緒にしてみましょう。じゃあまずはね、ちょっと動画撮影モードとかに切り替えていただいてメニューに入っていくとですね、ちょっとこれカメラによってもね、変わってくるんですけど、例えばね、7C2 とかであれば、このメイン1とか2とかあって、このメインの2のここですね。ログ撮影っていうのがあるので、これを入りにしてあげてください。これでね、ログ撮影ができたりしますし、一方、7.4はね、露出とカラーのね、ところで、露出という色かの5番のカラートーンのところのピクチャープロファイルを見てあげると、普通はね、この PP オフの切りになっているのが、このね、PP、例えば8とかですね、これとかでログ撮影になりますので、はい、S-Log3 と S-Gamma3.cine ですね。これでやると、色がね、淡い状態でログ撮影をね、することができるようになります。ただですね、ログ撮影をするとね、めちゃくちゃ今、色がね、淡い状態になってますよね。なのでね、ラットを重ね付けて見やすくする必要があります。セットアップの7番とかのガンマ表示アシストですね。これを入りにしてあげることによって、ちゃんとね、色がついてるというか、これプレビューでね、当たってるだけなので、実際にね、このまま録画をした
としても撮れてるのはログ撮影になりますので、簡易的にね、色をね、ちゃんと戻した状態でね、見ることができますので、こういった設定もね、してあげてください。で、7C2 とかであれば、このね、ここですね、メイン1の中のここが S-Log3 になっていたら、多分ね、色がすごく淡い状態なんですけれども、これをですね、はい、こういった709とかにしてあげることによって、色をね、つけた状態で見ることもできたりしますし、僕のね、ラットとかも、こういう風にね、当ててみることができたりしますので、こんな感じで、プレビューをね、していただければなと思います。あとは僕がね、この作ったラットとかをそのまま焼き込んじゃうこともできたりします。なので、S-Log3 にもそのラットをね、もうくっつけて、それで撮っちゃうみたいな。撮れてんのもログじゃなくて、もうそのラットがついたもので撮ることもできたりするので、いろんなね、使い方がありますので、このね、ラットパックよかったらね、チェックしてみてください。ではね、ログのね、設定ができたら、ここからはね、明るさとか、さらにね、適切なね、設定をしていきましょう。まずはですね、ダイヤルをね、マニュアルに切り替えてあげます。せっかくね、動画を撮るならね、自分でコントロールした方がいいっていうのと、オートでね、自動で明るさがコロコロ変わるとね、後からの編集もやりにくかったりとか、自分でね、こう色を変えた時に、結構色も変わってしまうっていうことがあったりするので、できればね、自分でやってあげてほしいなと思います。で、プラスでホワイトバランスですね。やっぱりね、ホワイトバランスもオートではなくて、固定でね、ちゃんと自分で測ってやってあげてほしいなと思います。ホワイトバランスって何かっていうと、白をね、白にするための設定になります。光にも暖色とか寒色ってあるじゃないですか。今めちゃくちゃね、適正なね、ものになってるので、真っ白にね、白が映ってると思うんですけど、これが夕方のね、太陽であれば多分オレンジになったりしますよね。そういった時にカメラ側でね、より本来オレンジなのを白に向けていくためにカメラ側は青くするみたいなね、これがね、ホワイトバランスの設定になるんですけど、これをね、しっかりしてあげてほしいなと思います。それらのね、やり方になるんですけど、まずね、露出に関してですね、そもそもね、今どれぐらいの明るさで撮れてるかっていうのは、ここのね、MM って書いてるところのプラス 2.0 って書いてますよね。これがね、プラス2とか、あるいはね、こんな感じでね、マイナス2とかになってしまったりすると、やっぱりね、黒つぶれのね、原因になったりしますし、明るすぎたりとかしても、白飛びに、ね、なってしまうので、すごく注意が必要になります。とはいえ、プラス 0.7 とか、プラス 1.3 というのが絶対的に正しいというわけでもなくて、限りなくね、失敗を抑えた形で撮りましょうというところで、非常にね、ここが重要になってきます。で、あとはね、このソニーの S-Log3 とか、今設定しているものっていうのは、ベースのね、ISO が ISO800 とかね、だったりと、結構高くなったりするんですよ。一応ね、ここの ISO をね、下げることはできるんですけれども、上下に線が入ってますよね。これは拡張 ISO というところになって、本来のダイナミックレンジよりも少なくなっちゃったりするんですよ。なので、ベースの ISO、一番ね、綺麗なのが800だったりはするんですけれども、800って結構 ISO 高いじゃないですか。動画っていうのはね、基本的にはシャッタースピードも固定して、F 値も固定するので、ND フィルターっていうのも必要になってくるんですけれども、明るさの設定っていうのはしっかりとね、こういう風に覚えておいていただければなと思います。で、あとは同じくホワイトバランスですね。これもオートではなく、できれば、ケルビンをね、自分で設定していってあげてほしいなと思いますね。僕のね、このスタジオは4700ケルビンで撮っていたりするんですけれども、ホワイトバランスってね、どれで撮りがいいかわからないじゃないですか。なので、そこでおすすめなのが、この iPhone のカメラアプリですね。この自動を使えば、これでね、オートフォワットバランスこれぐらいですねっていうのが出てくるんですよ。4590ケルビン。なので僕らはこれだったら4600ケルビンぐらいでね、撮ったりするんですけれども、iPhone とかでね、使えるブラックマジックカメラ、これでね、僕たちはオートフォワットバランスをね、外で測ったりしてて、よくね、使ったりしています。で、他にも一応ね、専用アプリとしてホワイトバランス AI っていうのがね、あったりするんで、500円とかかな。これもね、かなり良さそうではあるんですけど、いろんなね、方法を使ってホワイトバランスをしっかりとね、自分で見極めてやってあげた方が、撮影時にホワイトバランスがコロコロ変わっちゃうと編集にも影響するので、ここはね、絶対的に固定にね、しておいた方がいいかなと思います。はい。このように、正しくね、しっかりと理解をして設定をしてあげたら、ほぼほぼね、失敗をすることなく、ログ撮影をね、することができるんじゃないかなというふうに思っております。ただですね、難しいですか？やっぱり。はい。難しいという方は、もうログじゃなくていいです。そもそもログ撮影って皆さん必要ですか？はい。こんなにね、ログ撮影の魅力とか、熱くね、説明しといて、お前なんやねんっていうところではあるんですけれども、なんやろな、僕の中で無理してログ撮影をして、せっかくね、撮影したのにいろいろと失敗してしまった、なんか使いにくくなってしまったってなったら、結構本末転倒だと思うんですよね。露出、明るさとホワイトバランスっていうのは非常にね、ちょっと難しかったりはすると思うんですよ。実際にね、これらがうまくちゃんとできてないと、たとえね、ログで撮影したとしても、こんなね、感じの動画になってしまったりしています。なので、今回はログ撮影じゃなくても、世界観のね、あるカラーを楽しめますよっていうのを皆さんにね、他の方法をね、ご紹介できればなと思っています。僕はね、さらに2つあると思っています。まずはもう、スタンダードで撮っちゃう。はい、スタンダードの従来のカラーで撮ってしまうということと、あとは PP6 にあるシネ2とかシネ4で撮るということ。
ちょっと難しいかもしれないですけど、これ簡単です。まずね、スタンダードっていうのはもうそのままのカラー。で、これね、撮って後からね、ちょっとは編集できます。はい、ソニーのカメラ非常に優秀なので。ただ、やっぱりログほどではない。じゃあ、そこの間あればいいなって思いません？スタンダードほどなくはなくて、ログほどね、プロ向けでもない。間あるんですよ。これがね、シネ2、シネ4っていうね、ピクチャープロファイル6にあるね、ソニーのね、カメラのピクチャープロファイルのうちの一つになります。このシネ2とかシネ4っていうのは、ログ撮影に比べてダイナミックレンジがね、狭くはなるんですけれども、スタンダードよりもダイナミックレンジは広いし、色の編集のね、幅っていうのも非常にね、広く撮影することができます。それのやり方なんですけれども、ここ、ファンクションからピクチャープロファイルというところがあります。で、これがね、ログ撮影になってると、これちょっとできないので、これをログ撮影を切るにしてあげて、で、ここのね、ファンクションからこのねピクチャープロファイルを6番ですね、これにしてこのガンマオフシネ2とかシネ4にしてあげると、こう見ていただければ分かるんですけど、若干色淡いかなっていう感じで撮ることができます。で、スタンダードよりも明らかにね白飛び黒つぶれがしにくい感じになるんです。でですね、僕がねさっきからずっと紹介してたこのソニーのオールラットパックっていうのは、このスタンダードも PP6 のシネ2シネ4も全部の専用ラットが入ってます。なのでログで撮ってもいいし、スタンダードで撮ってもいいし、 PP6 で撮ってても各プロファイル専用にね作ったものが全部入ってるので、どれ使っていただいても大丈夫です。なのでステップアップとして使ってもいいんですよ。今はねまだ初心者だからスタンダードで撮っておこう。じゃあスタンダードのラットを使ってもらって、でちょっとねもうちょっと挑戦してみたいなってなったら PP6 をね使って、で PP6 用のねラットを使ってもらって、でいよいよログ撮影頑張るぞってなったら S-Log3 専用のねラットを使ってもらったりっていうことがねできます。で全部ね6種類のカラーのラットをね全部含めていますので、どのねもので撮ったとしても十分に綺麗にね使っていただくことができます。なのでね本当にこのねラットパックを皆さんにねぜひしてほしいんですよ。でもうスタンダードに関してはもうオートホワイトバランスで、露出もオートでもいいと思います。十分綺麗ではあると思います。ただログ撮影でしっかり組むとよりねそっちはもうめちゃくちゃ綺麗にはなるので、ここのね差は全然違うんですけど、ちょっとむずいっていう方は間のね PP6 でよりこう白飛びも黒ずりもしにくいで、色もちょっと残ってるなっていう感じではあるので、そっちでね楽しんでいただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。っていう感じで、今回ねログ撮影っていうのは何なのか、ログ撮影をするとどういったメリットがあるのかっていうのをご紹介させていただいたんですけれども、これらを踏まえた上でもちょっとねログ撮影に抵抗がある人はぜひねスタンダードとか PP6 をね使って撮影をねしていただければなと思います。まずはスタンダードで動画を撮ってみて PP6 に挑戦、そして最後は S-Log にね挑戦してみてもらえたらよりね楽しくなるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。とはいえねちょっと難しくなってしまったかなと思いつつ、でもね皆さんが理解が深まっていたらすごく嬉しいなというふうに思っております。で今回ソニーのねオールラットパックをご紹介させていただきましたが、ソニーカメラ専用の写真向けのプリセットも販売をしています。こちらもですね6個のねライトルームプリセットを同梱しておりますので、写真撮影においてもね非常にね僕が普段からね表現している色味をね、6種類ね楽しんでいただくことができたりします。でこのね写真のプリセットのすごくいいところが、自動でねスキン補正をねもう切り取ってくれるようなプリセットにしてるので、人物をね認識して自動でねスキン補正をしたりだとか、あとはライトルームのモバイル版、要はスマホ版にも対応していたりとか、あとはねソニーのねクリエイティブルックをね活用したものになるので、ソニーの元々の色味を活かしたクリエイティブルック ST とか、FL とか SH とかあるんですけど、そういったものを活用するためのねものになっているので、本当ソニーユーザー限定のねものになっています。逆にねクリエイティブルック非搭載のね機種には対応してないので、ここはね注意点にはなるんですけれども、このねソニーのプリセットパックとソニーのオールラットパックっていうものを使っていただければ非常にねソニーカメラより楽しくなると思いますし、これら2つのセットのバンドル版もね販売しておりまして、これがね一番ね皆さん使っていただいている人多いんですけれども、ソニーのねカメラでたくさんね楽しむことができるものをたくさん用意していますので、ぜひよかったらねこちらもチェックしてもらえたらなというふうに思っております。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ぜひね何度でも見返せるようにいいねとかグッドボタンとかチャンネル登録で保存していただければなというふうに思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。